おはようございます。北海道に来て4回目の朝になりました。現在、車内はマイナス 4.5 度、外はマイナス 12.4 度です。寒くてシラフの外に出るのが辛いです。いや、すごいいい景色ですね。窓には氷の結晶がついています。いや、綺麗ですね。北海道に来たんだと実感します。今、車内の二酸化炭素濃度は 3158ppm です。リアにあるこの換気扇を弱で一晩中つけていました。で、運転席と助手席の窓は1センチぐらい開けています。それでも、こんなにも二酸化炭素濃度が上がるということは、やっぱり軽キャンピングカーの気密性がどんだけ高いかわかりますね。シラフの中に寒さ対策の防寒袋入れていました。で、この中にスマホとカセットガスですね。なので、スマホもカセットガスもすぐに使えます。一旦 FF ヒーターで車内温めます。はい、じゃあシュラフ片付けて準備します。湯たんぽまだ今日は結構あったかいですね。それではトイレと外の様子見てきます。雪が太陽に照らされてキラキラしています。めちゃくちゃ綺麗です。昨日はなかった足跡が追加されています。誰か来たんですかね。はい、今管理人さんの方来てくれていろいろ話していたんですけど、ゴミがですね、なんか有料300円で30リッター袋引き取ってくれるそうです。よかったです。で、ヒグマなんですけど、このキャンプサイトの敷地内は今年の夏は出なかったそうです。ただやっぱりこの敷地内のすぐそこ横とかはヒグマはたくさんいるだろうということです。そうですよね。で、今年はですね、こういった山の方ではなくて町の方にたくさんヒグマが出没したとのことです。帯広周辺は毎年もっと下がるそうです。この時期は。今年はなんかあったかいそうですね。お気をつけて。旅江さんもう行きました。次のスポットに朝早くから移動するようです。今、北海道の真ん中ちょっと下ぐらいです。で、明日ですね、小樽の船に乗って本州新潟へ行き富山県へ戻ります。今回極寒旅ということで道東を中心に回ってきて今十勝まで来ましたが、船乗り遅れたら怖いのでさらに小樽方面へ向かっておきます。今日の夜ぐらいから大雪なので高速道路止まってなかったらいいんですが、一旦車内であったかい朝食いただいてその後出発します。北海道でこれ食べたかったんですよね。焼きそば弁当で、なんか中華風醤油味というのがあったので買ってみました。この焼きそば弁当はお湯を捨てるんじゃなくてスープとして再利用します。なので車中泊にはもってこいなんですよね。この景色見ながら北海道焼きそば弁当を食べるの今回の旅でしたかったことの一つなんで嬉しいです。で、あと冷蔵庫の中に余ってる野菜やこの生姜ウインナーですね。これ美味しかったんでこちらも一緒に焼いていただきます。
暖かくなってきたんで、ドア開けて景色も楽しみます。それではいただきます。もうなんてことない普通のカップ焼きそばなんですけど、この景色の中で食べたらめちゃくちゃ美味しいです。生姜のピリッとした味わいが焼きそばとウインナーの薬味になっていて、とても合いますね。中華料理屋さんのチャーハンの横についてくるあのスープで美味しいです。ごちそうさまでした。ペロリと一瞬で食べちゃいました。北海道といえばジンギスカンだと思いますが、今回まだ食べていないので、今日の夜にでもいただきたいと思います。お水は貴重なんで、使わなかったお湯は戻しておきます。ちょっと蓋開けて冷ましておきますね。ではキャンプ場にゴミ出して出発します。北海道は結構分別が厳しくて、生ゴミ、燃えるゴミですね。あとはプラスチックや缶とか瓶はもちろんなんですけど、細かく設定されてました。今回も窓少し開けていたんで、結露、こっちはないですね。運転席側もほとんどありません。フロントウィンドウはどうでしょうか。フロントウィンドウはやっぱ結露しますね。ここはなかなか難しいですね。この運転席側は結構垂れてるんですけど、助手席の方はちょっとマシですね。手袋しなかったらすぐに感覚がなくなってきます。さあ、エンジンかかるでしょうか。はい、かかりました。デフロスターで乾燥しながらもう拭いちゃいます。札幌までは3時間かかるようですね。結構遠いですね。やっぱり北海道は移動距離が半端ないです。このキャンプ場へ続く道なんですけど、かなり細いんですよね。ところどころ離合できるスペースはあるんですが、対向車が来たら気を使いそうです。対向車が来ないことを祈るばかりです。いやー、しかし何回も言いますが、この景色最高ですね。北陸のように雪がべちょべちょじゃなくてサラサラなんですよね。すごい走りやすいです。はい、じゃあ一旦高速道路降りて、ここから一般道で山道入ります。ここから路面が凍ってる可能性ありますんで、ブラックアイスバーンに気をつけながら走行します。
しました。途中結構細い道でアイスバーンもあったんですけど、砂まかれてたんで、スタックせずに、滑らずに、無事ここまで来ることができました。もうほんと山の中っていう感じですね。山に入って、登りに入って途中にあったんですけど、すごく静かで、綺麗に除雪されています。冬でも綺麗にこうやって整備されています。さすが北海道ですね。各サイトにこんな感じで電源があります。下じゃなくて上なんですね。これやっぱ雪対策でしょうね。ただですね、サーバッテリーの温度が5度ぐらいだったんで、もうソーラーパネルと走行充電両方充電していたら到着する頃にはもう 88% になってました。なので外部電源今日いらないですね。屋根に400ワットのソーラーパネル貼っているんですけど、冬でも200ワットぐらい発電されていました。雪が降ったらもう0ワット発電なんですけど、降らなければかなり使えますね。こちらにトイレと、であと炊事場ありますね。これ出るんですかね。あ、出ない。あ、出ないですね。出ないです。やっぱり凍るんで水が使えないようです。はい、無人受付で、ここで決済できるようなんですけど、自分はもうオンライン決算していました。なので管理員の方に電話したらもう場所どこでもいいですよということでした。ゴミは基本お持ち帰りをお願いしているそうなんですが、他府県から来たということを知ってくださっていて、帰りに近くのカフェの方寄ってもらったら処分すると言っていただきました。ありがとうございます。で、ここにね、シャワーとか、炊事場ここにありますね。出ます。シャワーもありますね。ここで入るか、下の町行って買い出しと一緒に温泉入ってきてもいいですよね。またちょっと後で考えます。ここにサウナもあります。予約したら入れるようですね。こっちに高台があります。高台があるんで、ソリなんかも楽しめそうですね。で、向こうの方にカフェがあるんで、また後で寄ってみます。今日はこの広い敷地に一人だけなんで、存分に楽しみます。まずは日が暮れる前に下の町行ってスーパーで買い出ししてきます。ここから12、3分でスーパーがあるようです。一旦山から降ります。あれ何？これテレビのニュースで見たことあります。熊の天敵、狼ですね。結構怖い顔してますね。これ多分ヒグマよけだと思います。夜中とか音鳴るんでしょうかね。何も知らなくて夜中見たら怖そうです。穴持たずがいないことを祈るばかりです。はい、札幌南区の東光ストアに来ました。こんなにも都会なんですけど、すぐ横はもうヒグマの生息してる山なんですよね。住宅もすぐ横にあります。いつひょっこり出るかもわからないヒグマと共存している北海道ならではの光景ですね。 Google ナビで13分で温泉あるようなんで行ってみますね。足元これもう完全にアイスバーになってます。ツルツルです。ここの駐車場入る前にクマ出ましたみたいな看板があったんですけど、これもうすぐ山なんで絶対巣穴ありますよね。もうパパッと温泉入ってきます。着替えが結構減ってきました。このリアのボックスあって本当良かったです。K の車の中だけだったら結構厳しいかもしれません。3、4日はいけると思うんですけど、1週間になってくると服が厳しいですね。はい、さっぱりしました。宇宙がね2個あってすごい広かったです。そしてすぐ後ろがね山なんですけど、露天風呂がその山見ながら見れるんで、今回夜だったんですけどお昼とかだったら最高だと思います。路面がですね完全に凍り出してます。これはスケートリンクのようです。この辺まだ雪が積もってるとこはいいんですよね。もう見えないブラックアイスバーンが一番怖いです。うわ、この辺もツルツルですね。やばそうです。これもう4駆で行きます。駆動系にある程度負担かかってもずっと4駆で行きます。はい、もうすぐしたら山入るんですけど、これね路面ブラックアイスバーンプラスわだちが高くなってきました。でステアリングがね持ってかれますね。これ強制的に私のところに行って外れると戻るとか、ちょっとこれ怖いですね。自分が思ってる方向に行かない場合があります。はい、さっきの狼くんとこ戻ってきました。これ狼ですね。はい、無事戻ってきました。そこの管理棟っていうんですかね、受付は電気ついています。はい、もう反対側後ろとかですね、こちら側は山で真っ暗です。
じゃあ車中泊のセッティングしていきます。で、結構ね、ここも平行なんで、レベラーとか大丈夫ですね。じゃあ輪止めしときます。はい、じゃあ今日もサイドブレーキ下ろしときます。で、一足入れときます。じゃあもうパパッとシェードして車内入ります。今日は3センチぐらい開けといてみます。これでフロントウィンドウの結露も減ってくるんちゃうかなと思います。助手席側も大きめに開けときます。はい、OK ですね。誰もいませんね。このカセットガス暖房、前段がすごくあったかいです。足元からじんわりあったかいのと、上のファンで全体に温風が回っています。今の車内が 18.2 度で、外はマイナス 2.9 度ですね。室内の湿度は 40% とちょっと乾燥してますが、まだ FF ヒーターに比べたら全然マシです。今日は今のところそこまで寒くないんで、ここから FF ヒーターの温風が出るんですけど、FF ヒーターは使用せずに済みそうです。自分のように手とか乾燥しやすい人間はこういったカセットガス暖房の方が合ってますね。ただカセットガス暖房はこの一酸化炭素と二酸化炭素に注意しないといけません。二酸化炭素は今窓を開けて換気していても 2500ppm とまあまあ高いです。結構ですね、二酸化炭素も気にした方がいいですよね。やっぱり一酸化炭素はもう絶対必要です。もう死に直結しますんで。二酸化炭素も濃度が高くなってくると人によってはめまいや頭痛を起こします。自分この二酸化炭素を計測する前、なんか軽キャンピングカーとかですね、締め切っているとすごくだるくなったりやる気がなくなったりするんですよね。でもこの数値見ながらある程度気にしていたら頭が冴えるっていうんでしょうか、なんかすっきりした感じで車内で過ごせることが多くなってきました。自然界が 400ppm で現在2500ということでかなり高いんですが、換気していなかったらもう平気で5000いくんで、なんとか最悪の状態っていうんですかね、だるくなったりする状態は回避できています。あとこのカセットガスヒーターはこのまま寝たら死に直結しますんで、絶対に切って寝るようにしてください。で、今日雪道かなり走ってほんとガタガタだったんですけど、ここの DIY したラップ壁掛け収納ですね、こちら問題なく落ちませんでした。両面テープと変成シリコンでつけただけなんで落ちるかなと思ったんですけど、いけました。でしかもですね、これ自分ベルトし忘れてましたが、もうベルトなくても
落ちませんでした。その代わりここの引き出しが開いたままになってました。テーブルの横、ここに磁石つけて開きにくいようにしたんですけど、これもっと強くしないとダメですね。お腹空いたんで晩ご飯にします。で、今回はまたせいろ使います。せいろ何回か使ってるうちに車中泊に特化した使い方、汚れを全くつけないように使い方が分かってきました。なので今日の晩ご飯はですね、この北海道といえばジンギスカン、こちらをせいろで調理してみたいと思います。で、美味しそうなホタテも売ってました。これも調理しようかなと思ったんですけど、ちょっとジンギスカンでいっぱいになっちゃう可能性があります。もし余裕があったらホタテも調理してみます。これは成功じゃないでしょうか。車内でジンギスカンが食べれるなんて。味はどうでしょうか。ちょっと水っぽいとこあるんですけど、一回食べてみますね。それではいただきます。すごい弾力があって美味しいです。なんか焼いたお肉とまた違いますね。みずみずしいお肉で旨味がそのまま詰まっています。ジンギスカンの甘くてフルーティーなタレが野菜に染み込んでいて美味しいです。なんか焼いたジンギスカンとですね、別な感じがします。もちろんタレもなしでいけるし、さっぱりしてます。で、このタレがつゆだくなんでご飯欲しいですね。ご飯と一緒に食べたいです。ごちそうさまでした。やっぱり北海道で食べるジンギスカンは格別ですね。このフルーティーなタレが本当美味しいです。そしてせいろでジンギスカンなんですけど、思ったより肉汁が出たんで、キッチンペーパーは今回の倍ぐらい入れた方が良かったですね。この肉料理でもこんだけ汚さず調理できるっていうのは車内での可能性を広げます。さあ、問題は汚れですよね。大丈夫でしょうか。はい、フライパンの中のお水なんですけど、汚れてないし匂いもしていません。で、問題のせいろの方ですよね。で、余った汁はキッチンペーパーで吸い取ってゴミに捨てようかと思ったんですけど、今回凝固剤たくさん持ってきたんで凝固剤振りかけています。これでもゴミとして出せます。で、せいろは結構湿ってますね。で、これはでも匂いがしないんで水蒸気の水滴です。こっち側も木の匂いしかしません。大成功ですね。で、一応アルコールウェットティッシュで拭いて乾かしておきます。
ジンギスカンのタレはこれ本来一緒に入れると思うんですけど、ちょっと水分多くなってしまったんで入れずに蒸しました。で、結構匂い強いんでこんな感じでジップロックの中に今入れてます。このテーブル DIY でニス塗ったんでかなり汚れは落ちやすいです。拭くだけでピカピカになりました。で、これ蒸す用のお水なんですけど、でちょっと残ってます。でもしかしたらなんか汁とかですね、誰か落ちてる可能性もありますんで、これはもう飲み水としては使用せずに明日の朝また料理で使用します。昨日の夜はせいろでお肉の調理したんですけど成功したんで、今度がっつり焼肉みたいにも肉だけせいろで調理して焼肉のタレで食べたら匂いや洗い物の出ない車内焼肉できそうですね。今度やってみます。はい、ゆっくりしていたらもう12時過ぎちゃったんですけど、現在ですね、札幌市に大雪注意報、風雪注意報、雷注意報、雪崩注意報、着雪注意報、5つも注意報が出ています。外どんな感じでしょうか。トイレ行くついでに見てきます。外結構寒そうですね。ちょっと厳重に装備していきます。北陸の雪は結構溶けるんでびちゃびちゃになっちゃうんですね。なんで防水性のあるこの上の服やで間に雪が入って靴の中が濡れないようにするレッグカバー、この辺北海道は必要ないかもしれないんですけど、一応北陸用のやつ持ってきましたんで装着していきます。はい、これで万全の体勢になりました。お、結構積もってますね。どうでしょうか。15センチぐらい積もってそうです。うわ、すごい降ってきましたね。時折強い風も吹いています。ただ雪質はやっぱり北海道ですね。サラサラです。もうふわーっとしていきます。なんか降っても濡れない感じですね。さって払ったら落ちていく感じです。これね、もう足跡がすぐわかるんで、明日野生の動物もし来てたらすぐわかりますね。屋根も積もってきました。明日はソーラー充電難しいかもしれません。で、今んとこそこまで積もってないんですけど、朝方かなり積もってそうですね。これはフロントもかなり積もっています。ちょっとワイパー上げるの忘れたんで今上げときます。でも雪質がね軽いんで曲がったりしなさそうな感じもします。排気口もいけそうですね。FF ヒーターも問題なく使えそうです。あ、そうそう、このこの下がねかなり凍って朝ドアが閉まらなかったりとか開かなかったりするんで、ここの雪は取っておきます。もうすでにドアが閉まりにくくなっていました。ちょっと凍ってきていたのかもしれません。車内はあったかいんで雪がすぐ溶けてきました。こういう時はやっぱりエアウィーヒーターですね。すぐ乾いてくれると思います。マックスでつけておきます。マックスでつけると人間は暑いんでちょっとドア多めに開けておきます。
寝転んでテレビ見て眠たくなったらそのまま寝られるこのテレビの位置もいいですね。はい。で今日もまた換気扇弱で回しておきます。今日は寝る服変えました。で今までの北海道の車中生活では肌着ですね。モンベルのメリノウールという肌着だけつけてシュラフの中に入って寝ていました。かなりあったかかったです。でも困ったのが朝起きてから一旦裸にならないといけないんですよね。それがめちゃくちゃ寒くて辛かったです。なので今日はもうモンベルの肌着着ずに T シャツにこのフリースですね。こちら着て、下はこれ防寒着としてこのズボンの中に着ていたちょっとメンテですかね。ちょっとふわふわのズボンです。これで着て寝ます。そうすると明日も着替えずにそのまま上からズボン履いて行動できます。多分肌着だけで寝るとあったかい理由としては人間の熱がこのシュラフの中に入ってあったかい空気の層ができるからだと思います。でも今日は分厚くなっちゃったんでどうなるんでしょうか。検証してみます。最後の北海道での夜です。明日の夕方4時頃にフェリーに乗って本州へ帰ります。なんかもう寂しいです。一緒に来た YouTube の友達デンタさんとタビエさんもまた来たいと言っていました。自分もまた来たいです。北海道にはそう思わせるロマンと刺激が詰まってますね。本州では味わえない冒険ができるんですよね。マイナス27度なんて本州では絶対無理です。雪もサラサラだし濡れないので嫌な感じにならないんです。次の冬は北の方宗谷岬とかですかね。でもあの辺ホワイトアウトがよく起きるイメージです。ちょっと怖いですね。でもまた来年の冬も回りたいと思います。で今強く思ってるのが北海道冬用のキャンピングカーを新たに DIY したくなってきました。ベース車は何がいいですかね。やっぱりハイエースとかですかね。走行性能を重視しつつ睡眠、食事、娯楽の3つが詰まったギミック満載のキャンピングカー作りたいです。なんか妄想するだけですごい楽しいです。でもまず明日無事帰れるかですね。早めに寝て早めに出発します。それではおやすみなさい。
ようございます。管理人さんが朝除雪してくれていて、その音で目覚めました。ありがとうございます。現在車内が0度で外気温マイナス 6.9 度ですね。車内もそこまで下がらなかったんで、ぐっすりあったかく眠れました。湯たんぽもまだほんのりあったかいです。二酸化炭素濃度がすごい低いです。なんと 936ppm で今までで一番低いですね。運転席、助手席の窓はいつも1センチぐらいなんですけど、今日は2、3センチ開けました。その効果が出たようです。日本付近は強い冬型の気圧配置となり始めていて、あさって日曜日をピークに強烈な寒波が流れ込む見通しです。また週末にかけて大寒波が来るようです。で、今日はですね、そこまで雪は降っていないようです。よかったです。で、高速道路も今動いています。とりあえず一安心というところですね。開始する計画だった営業運転は遅れる見込みました。死因は骨盤を骨折するなどした出血性ショックとみられています。はい、じゃあ前田の方に切り替えます。で、寝るときですね、昨日フリースとこのタイツじゃなくてズボンで寝れたんですけど、もう全然問題なく眠れました。今回車内が0度ぐらいだったんで、どんな服装でも問題なかったのかなと思います。なので陸別のような本当の極寒のところはモンベルのあったかいタイツですね。そういう肌着で寝るのがいいかもしれません。でも自分はこの朝すぐ動けるこの格好の方が気が楽でいいですね。はい、じゃあ一旦片付けてちょっと外散歩します。はい。じゃあもう一個外側のシュラフも収納していきます。これはダウンじゃなくて、なんか人工ダウンみたいな中の綿らしいんですけど、これすごい買ってよかったですね。かなりコンパクトになります。で、クッションになるんで、寝ない時も使えます。で、収納がですね、これすごい秀逸に作られてます。こんな感じで、くるくる、クッションサイズに折りたたんでいくと、で最後、ここにもクッションカバーがついてます。で、これをかぶせるだけ。そんなに生地が厚くないんで、防寒性能は高くないんですけど、二重シュラフで使うなら扱いやすい厚さです。サイズも大きいんで、外側のシュラフとして優秀です。二重にして中に入っても全然窮屈さは感じませんでした。で、こんな感じで背もたれのクッションとしてもかなり気持ちいいので、今回の北海道車中生活ではあってよかったものの中に入ります。やっぱりこういった狭いキャンピングカーでは一つの役割よりも二つぐらい役割あった方が重宝します。どのぐらい積もってますかね。結構積もりましたね。ただ周辺除雪してくれてますんで問題なく寝れそうです。一応レッグカバーして雪入らないようにしておきます。手袋も本来はもっと分厚いやつの方がいいんですけど、でもちょっとスマホでカメラとか操作するんで、やっぱり薄くないと反応しないんですよね。窓の外は凍っています。寒そうです。このボディに氷がすごいついています。なんか冷凍されてますね。やっぱりこの屋根に溜まった雪が暖房で温まって溶けてきて、で垂れてきて、で途中で凍ってる感じです。屋根の雪とかソーラー充電したいんで下ろしておきます。
やっぱり雪はサラサラですね。すごい軽いです。なんやかんやって北海道来て雪下ろしするの今回の旅初めてですね。やっぱり雪は日本海側に近づくにつれて降る量が増えてくる感じです。で、面白いのは日本海側のすぐ横の海の周辺っていうのはまたそれはそれで雪が降りにくくなります。あったかいんで雨になるケースが多いですね。はい、これでまた日中暖かくなってきたらソーラー発電されると思います。で、ここまで除雪してくれています。で、この辺はされてないんですけど、もうこのぐらいだったらそのまま走っていけると思います。で、向こうにですね、結構高台っていうんですかね、丘があります。これとうとう使う時が来ました。いや、しかし北海道を走るとこんなに車汚くなるんですね。車好きからすると目をつむりたくなるような光景です。だからあんだけ洗車場があるんでしょうね。ここ階段あるんですけど、この踏み場の横がすっごいズボって足いってます。もしかして溝があるかもしれません。上がってくると雪の深さが増してきてます。ちょうど雪遊びするにはもってこいのスペースですね。で、誰か行った足跡ありますんで、そこ通っていきます。あ、この辺やばいですね。もう膝ぐらいまで来ています。あ、膝よりさらにもう太ももまで来ました。これちょっとやばいですね。これ思ったより積もってるんで、これ以上はやめときます。足がね、ズボズボって入っていきます。こんなにも深いんですね。なんか見た目ではわからない雪の怖さを感じました。ここね、結構なだらかな坂になってますね。ここ滑れるか一回やってみます。さあ、北海道で初そり滑りいきます。せーの、よいしょ。新雪でパウダースノーですごい気持ちいいです。これ何回か滑って圧雪すればかなり滑りそうです。車内で朝ごはん食べようかなと思ったんですけど、今日はフェリーがあるので先進んでおきます。小樽周辺で朝昼兼用のご飯を車内でいただきます。あ、やっぱりすごい締まりにくくなってます。今回結露はかなり少ないと思います。運転席、助手席は結露ゼロです。フロントウィンドウどうでしょうか。あ、ほとんどないですね。あ、大成功です。結露ゼロです。成功の鍵はあれですね、思い切ってこのぐらい、いつも1センチぐらいだったんですけど、もう2、3センチ開けた方がいいですね。ただ運転席、助手席のこの前の方ですね、当たり前ですけどかなり冷えます。この仕切るカーテンは必須になってきますね。はい、じゃあ出発します。はい、でここのカフェがさっきのアレイパークのすぐ近くにありました。ここでゴミを引き取ってくれるようです。すごいおしゃれな内装で、オーナーさんがコーヒーでも飲んでいきませんかということなんで、ちょっといっぱい呼ばれていきます。これはうちの看板猫。名前なんて言うんですか？タビちゃん。タビちゃん。はい、こんにちは。で僕も猫飼ってるんでなんと北海道犬、すごい真っ白。大丈夫ですか？触って。どうかな。この子はおー、かわいいこれが北海道犬ですか？そう、北海道犬です。柴犬みたいな感じなんですね。柴犬よりね、だいぶ一回
二回りぐらいでかいのか。え出てよ。いいかな。すごいのびのびね暮らしてるから気持ちよさそう。ムツゴロウさんの世界ですね。すごい。北海道犬っていうのは天然記念物だそうです。すいません、コーヒーありがとうございました。はい、どうもどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。キャンプ場も綺麗だし、でカフェでは猫や北海道犬癒されました。でオーナーさんと話してたんですけど、今札幌雪まつり結構有名ですよね。開催中らしいです。見てみたいですね。先ほどまで雪山だったんですけど、車で10分ほど走行するとこんなにも都会になります。はい、大通りに入ります。まもなくですね。はい、コインパーキングがありましたんで駐車しました。下の線が見えないんで、あんな感じで標識があります。中央のところですね。ここ真ん中合わせてくださいという標識があります。意外とやってるもんですね、コインパーキングで。大通り沿いにコインパーキングがあったんですけど、そこがですね、入るとこがもうすっごい高くて、キャンピングカーでは入れないぐらいの高さがありました。雪が凍って高さが増してる感じでした。雪祭りはもうすぐそこ、見てとこ会場なんで早速行ってきます。いやー、すごいですね。なんか思ってた3倍大きいです。巨大な雪像がもうずっと大通りですね、何個もあります。もうなんか山ですね。これビルのように雪が滑り立っています。カップヌードルのちっちゃいお店あるんですけど、すごい人気です。確かにこの寒さでカップヌードル食べたらめちゃくちゃ美味しいでしょうね。いや、これで良かったです。それでは小樽港へ向かいます。いや、なんとか小樽着きました。前の車すごいですね。もうナンバーもテールランプも凍って見えません。あれ、何これ。はい、これ小樽港近くなんですけど、なんか工場の湯気出てて、で真っ白になってます。一瞬目の前が真っ白になって何にも分からなくなったんですけど、この湯気の正体なんですね。すごいですね。今マイナス10度ぐらいなんですけど、こんだけ寒くなると湯気もこんな感じになるんですね。はい、フェリー乗り場すぐ近くの港の駐車場に来ました。やっぱり北海道はただでは返してくれませんね。特にこのフロントがですね、もう完全に凍ってしまって見えなくなっちゃいました。で、押下駅がマイナス30度対応なんで、そちら流して溶かして、で視界がまた見える感じになりました。もうスノーワイパーとマイナス30度対応の押下駅必須ですね。でもう車体下は真っ黒です。すごいですね。よくインで走ってくれました。リアボックスも本当は白なんですけど茶色になっちゃいました。車体下に氷の塊がついています。
これタイヤハウスなんですけども、完全になんか凍ってます。なんかインディ727がたくましく思います。戦い終わったそんな男の姿を見ているようです。出港までまだ時間あるんで、車内で朝昼兼用のシャチ飯いただきます。小樽といえばあんかけ焼きそば有名だと思うんですけど、それをですねこの札幌一番味噌ラーメンで作りたいと思います。野菜や具材、ホタテなどですね、そういうのも余ってますんで全部入れていただきます。はい、それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。時間もちょうど良くなってきたんで、フェリーの方向かいます。はい、じゃあフェリー入ります。今日はこれ揺れそうですね。はい、じゃあ船入ります。ドリンク、ピザなどのよろしくお願い申し上げます。貴重品について行きと同じ独房みたいな部屋です。デスクありますんで、今回の撮影データ編集しながら新潟港へ向かいます。で、今回フェリー代やキャンプ場、ガソリン代、交通費などですね、全て合わせた旅の総額、船到着したら計算してみたいと思います。今回の北海道旅で持ってきてよかったもの、そして改善したいポイント見つかりましたので、そちらも船到着したらお伝えします。今日は好天のために外に出れません。多分めっちゃ揺れそうですね。では船旅楽しみます。はい、今深夜3時27分です。すっごい海が荒れています。で、朝の9時に新潟港に到着予定だったんですけども、11時に変わってます。というのもですね、今までで体感したことないぐらいの揺れでした。もうずっとジェットコースターのような揺れでした。なんで多分速度を落としたんだと思います。それでも結構ひどいですね。もうずっと寝てましたね。まだ気持ち悪いんでもう一回寝ます。はい、めちゃくちゃ揺れた。一夜を明けて間もなく新潟港に到着します。これ外の船のデッキなんですけど、どんだけ激しい雪、嵐、夜だったか分かりますね。もう氷まみれです。今新潟県と富山県の県境あたりなんですけど、雪が激しくてちょっと進めなくなってきました。で、全然降りやみません。もしかしたらもう一泊車中泊しないといけなくなるかもしれません。高速道路上のパーキングエリア内は比較的安全なので、パソコンなど編集しながら過ごしておきます。で、今回の北海道車中泊旅の費用なんですけど、まとめました。まずはフェリー代なんですけど、22,800円でした。車4メーター未満1台、大人1人、個室です。帰りや往復割があって2520円でした。で、合計43,320円です。2泊宿泊代込みだと思うと悪くないですよね。その他かかった経費がキャンプ場2回利用しました。で、合計で8,000円でした。で、高速道路代ですね。小樽から道東の阿処理まで273キロで ETC 利用で3,890円、往復で7,780円です。
ガソリン代は 11,718 円。これは富山県から新潟港へのガソリン代も入っています。食費なんですけど、スーパーで5,800円使いました。でフェリー内で食事とかしたんですけど、それは友達におごったりもしたんでもう入れてません。安く済ましたければフェリー内はレストラン利用せずにカップラーメンも売っていたんで、そちら利用するのもいいかもしれません。で合計すると今回7日間旅の費用が76,618円でした。でうち2日は船で泊まっています。やっぱり圧倒的に食費が安くなるのがこの車中泊旅の魅力ですね。自炊すれば本当に安いです。で今回の北海道極寒車中泊旅で持ってきてよかったアイテム紹介します。まずはこの湯たんぽですね。これは直火が NG なタイプの湯たんぽだったんで、夜間でガスコンロで沸かして入れていましたが、これが本当に持ってきてよかったです。電気使わずに暖を取れたので、この極寒車中泊旅では一番持ってきてよかったアイテムかもしれません。でこの二重シュラフと合わせた相乗効果で湯たんぽを併用すると、陸別の本当に寒い地域でも車中泊可能でした。で次持ってきてよかったものはこのシリコン系のスプレーです。これがあることによりドア凍結せずに開閉できました。で次がこれ車中泊アイテムではないんですけど、車のウォッシャー液です。これマイナス30度対応にして本当に正解でした。これがないとね、本当に事故につながりますんで、冬の北海道来る方はマイナス30度のウォッシャー液入れてください。走行中に前が凍って見えなくなるんですよね。本当危なかったです。あとはエンカルで何回もウォッシャー液使えますんで、満タン入れてきた方が絶対いいです。逆に今回そこまで用意しなくてよかったなっていうのが服です。いつも北陸で使ってる雪装具以外に今回はもうさらに追加して買いました。自分はこの肌着の上にフリース切って、で薄いダウンですね、レイヤーで重ねて、その上にこの厚いダウンのジャケットですね、でその上に防水のカッパのようなもの持ってきましたが、ここまでせんでもよかったかなと思いました。中にフリース切って、このダウンジャケットですね、厚めのやつ1個あれば問題ないかなと思います。北海道は温度が低いんで雪が溶けないんですね。なんでこの防水の一番上のカッパみたいなもんはなくてもいけました。北陸は逆にこれ必須になってきます。服装で気をつけたいのがこの靴下ですね。もうめっちゃ分厚い靴下の方がいいです。この足先は地面から冷たくて冷気がもろきます。で足先は体温がされにくいんでかなり冷えますんで、ここは分厚い靴下が必須になってきます。逆に持っていったら本当に良かったなと思うのが、これ北海道じゃないんですけど酔い止めです。フェリーですね。冬のフェリーは本当に揺れます。で売店でアメちゃんタイプの酔い止め売ってたんですけど、もっとガチなやつが欲しいです。もう終始転覆するんちゃうかってぐらい揺れてましたんで、座ったり立ったりできませんでした。なのでもうずっと寝ていました。はい、次はこの軽キャンピングカーや寒さの検証系なんですけど、まず断熱性能ですね。外気温がマイナス 12.4 度の時に中マイナス 5.9 度でした。少し窓を開けていました。でマイナス27度の時は窓を閉めていたんですけど、車内マイナス10度ぐらい行っていたと思います。ちょっと正確には分からなかったんですが、かなり冷えていました。断熱のない車だったらもう外気温と一緒ぐらいまで下がるんですけど、やっぱり軽キャンピングカーなんでこの辺は強かったです。それでも車内は水が凍るぐらいかなり寒かったんですが、今回の装備であれば問題なく過ごすことができました。で特に陸別のマイナス27度っていうのはずっとマイナス27度じゃないんですよね。一番寒いのが明け方の晴れた日の2時間ぐらいがマイナス27度ぐらいいきます。その他はマイナス15度とか夜はマイナス10度とかなんで、夜中はずっとマイナス27度というわけではありませんでした。で今回暖房、こちらマイ暖を持ってきてメインで使っていたんですけど、もうこれで十分でした。このキャンピングカーは FF ヒーターもついてますが、なくても大丈夫かなと思いました。あれはやっぱり手軽で濡れた服も乾くんで、冬装備ではかなり便利ですが、なくてもいけるかなと思いました。であとリチウムバッテリーのこのキルスイッチはもう必須ですね。車内が氷点下入りますんで、リチウムバッテリーの充電はできません。ただ最近ではリチウムバッテリーでも氷点下以下になると自動で遮断してくれるタイプや、自己ヒート機能、自分で温めて使えるようになってくれるリチウムバッテリーもあります。その他軽キャンピングカーの装備では、この15リッターの冷蔵庫は本当あってよかったですね。9リッターや12リッターも持ってるんですけど、15リッターあると食材余ったものとかまた次の日とか使えますんで、かなり重宝しました。でお水シンク凍結する可能性あるんで今回使わなかったんですけど、ここ調味料入れにして本当使いやすかったです。で下のところのタンクの後にはかさばるカセットガスボンベやお水も大量に置けたんで、インディ727はもうこのシステムでいいかもしれません。帰ってからもタンクやシンク洗浄しなくていいのは気が楽です。で北海道冬の車中泊スポットについてなんですけど、今回道の駅とキャンプ場行きましたが、キャンプ場がね結構冬季営業してる場所多いんで、キャンプ場が結構おすすめですね。で車中泊する場所は全然困りませんでした。ただゴミはキャンプ場によっては NG なところもあったんで、事前確認した方がいいと思います。
で今回のように他府県と分かっていれば有料で対応してくれるキャンプ場も多かったんで、ゴミの処理に困らず旅をすることができました。本当ありがとうございました。また来年も冬の北海道車尺旅行きたいですね。次は四駆のフルタイム4駆とかベース車探して DIY したいと思います。これパートタイム 4WD なんでリンクと切り替えて使えます。で次は常に四駆がいいですね。そしてコンパクトで断熱ボディがあれば最高ですよね。そんな車見つけて DIY してまたチャレンジしたいと思います。これ帰れるんでしょうか。いや北陸も北海道に負けないぐらいすごい雪ですね。はい、2、3時間パソコンしてました。でね、なんと今、大雪警報に変わってます。かなり雪降ってそうです。ちょっと一旦、外見てみます。お、なんてことや。これはすごいぞ。ドアが開かない。ここまで雪来てます。こんな短時間で。すごい吹雪。ちょっとこれ、北海道の厳重装備で出ないとダメですね。はい、厳重装備に変えました。これね、除雪が来れないんでしょうね。こんだけ短時間で積もっちゃうと。今回の北海道旅で一番雪積もったのは帰りの新潟と富山の県境でした。すごいタイヤのとこもう上まで来てますね。すごいすごい吹雪です。これはやばいな。これ脱出やばそうですね。高速道路のサービスエリアと思いません。屋根の上もすごい量です。ちょっと除雪して考えます。これ帰らない方がいいかもしれないですね。危なそうな気がします。すごい短時間なんですけどね、一瞬でこんなにも積もってます。一旦このマフラー周りのけときます。除雪の車も走ってるんですけどね、多分本線の方の除雪でめっちゃ忙しいと思うんで、このパーキングエリアなかなかできないんじゃないかなと思います。はい、じゃあフロントも下ろしておきます。すっごいな。一番積もりましたね。本当多分ね 2,3 時間なんですけどね。とりあえず自力でバックできる分の除雪はしましたね。ちょっと違う場所に移動しておきます。いやでもこれ違う場所も結局一緒やな。どうしよう。そうですね、やっぱりちょっとこんだけ雪なんで危ないですよね、帰るのも。なんでもうちょっとここで2時間ぐらい仮眠しておきます。でまた状況変わってから帰ります。一旦直していたこのガチのスノーブーツもう一回出しておきます。着替えとかもありますんで靴下も履き替えます。いや北海道用のガチ装備積んどいてよかったです。ちょっと疲れたんで仮眠します。はい、一夜明けました。雪は止んだようですね。さあこれで帰れそうです。はい、それではゆっくり安全運転で帰ります。うわすごい、富山県の高速道路がホワイトアウト状態です。これ今日帰って選挙行かないといけないので